はい、こちらは私の自作バラ。2018年3号2番花咲いていました。お花を近づけてみると、今回なんとなく香りがあるような気がします。気のせいですかね。この子はだいたいいつも同時期にまとまって株全体で一斉に咲いてくれます。気温が高いからか、もう咲いて 2,3 日なんですけれども、すでにお花色のグラデーションができています。それぞれの花枝に満開になると手まり状にお花がつく感じになって、とっても可愛いです。全体像としてはこんな感じです。はい、そして続けてこちらは私のオリジナルのバラ、2018年の1号です。2週間ぐらい前から少しずつ咲き始めてます。で、前回ご紹介した時にお花柄が茶色くなって残ったりしませんと力説していたのですが、今回は残っていました。灰色カビ病が関係しているのでしょうか。お花を近づけても香りは分かりませんが、今回なんとなくこの子とか絞りが出ているような気がしています。どうですかね。こちらも私には絞りのように見えます。絞りのバラにすごく憧れてるのもあって、ビエドゥとか、あとなんだろう、覚えてるのはビエドゥ、他いくつか絞りのバラと掛け合わせた気がします。父親が絞りのバラです。全体像としてはこんな感じです。このまま絞りのバラになってくれたら本当に嬉しいです。お隣に先ほどご紹介した3号を持ってまいりました。で、3号のお花がこちらです。1号のお花がこちら。やっぱり1号は絞りが入ってるように見えます。はい、こちらはロサオリのラパン2番花です。お久しぶりの登場のような気がします。この子も毎年我が家でブラインドをするんですよね。こんな感じで花芽がつかずに終わってしまう枝がほとんどだったんですが、今年はそれを放置しておくことにして、そしたらまんまとまってお花が咲いてくれるようになってきました。一番花はたくさんつぼみが上がったんですけれども、灰色カビ病でつぼみが開くことはありませんでした。残念でした。お花を近づけるとふんわりとティーの優しい香りがします。全体像としてはこんな感じです。葉っぱもすべすべしていてすごく美しいですし、真っ白なお花も透明感があってとても可愛いと思います。毎回ブラインドを放置することでそれなりに咲いてくれたら嬉しいなと思っています。はい、
こちらはチャリティーローズ絆の2番花です。とってもいい香りがしています。お花を近づけるとティーのとってもいい香りがします。全体像としてはこんな感じです。この子は東日本大震災の時贈られたチャリティーローズだそうです。夏もこんなに元気にたくさん咲いてくれて、香りも良くて本当に素晴らしいバラだと思います。はい、こちらはベラドンナの2番花です。お花を近づけるとブルーの香りよりも優しいティーの香りが際立っているような気がします。全体像としてはこんな感じです。だいぶ背が高くなるこのようですね。はい、こちらはラブリーメイヤンの2番花です。お花を近づけてもちょっと香りはよくわかりません。でも丈夫でたくさん咲いてくれて、お花もそれなりに長持ちするとても使いやすいバラだと思います。全体像としてはこんな感じです。夏のお花の少ない時にお庭がパッと華やかになってとてもいい感じだと思います。一鉢でもお庭を華やかにしてくれると思います。はい、こちらはラ・ドルチェビータの2番花です。春に比べて一つ一つのお花は小ぶりになっていますが、たくさんつぼみをつけてくれました。お花を近づけるとちょっと香りはわからないようです。全体像としてはこんな感じです。素晴らしい花つきだと思います。でこの黄色の色合いのグラデーションも可愛いと思います。そしてこちらはマーガレットメリルの2番花です。お花を近づけるととてもいい香りがします。全体像としてはこんな感じでとても背が高くなっています。我が家でマーガレットメリルがこんなに背が高くなるのは初めてですね。この子はもう 4,5 年家にあると思うんですが、いつもはこの半分ぐらいの高さでこのようにスプレー状にお花が咲いてくれることはなくて、一つの花枝にお花が一輪ずつという感じで、夏だと本当に咲いたと思ったら夕方には散ってるっていう感じだったので、夏は咲かせられないのかなと思っていたのですが、今年の2番花はこの半分ぐらいの高さでまず3つお花が咲いたんですよね。それがすぐにやっぱり散ってしまって、もうダメだなと思っていたら、サイドシュートのこの子たちがわーっと伸びてきてつぼみをつけて咲いていました。でものすごくお花持ちしています。
バラの家の品種データにもお花持ちするって特別に書いてあったんですね、備考欄のようなところに。だけど我が家では夏は本当に一日花のように散ってしまうなと思っていたので、なるほどと思いました。順当に元気よく育っている場合はお花が長持ちする子なのかもしれませんね。我が家ではこれまで本調子でなかったんだと思います。本日のバラを集めてみました。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。